皆さんこんにちは。今日はフェリーに乗ってエンジェルアイランドに行ってみたいと思います。エンジェルアイランド行きのフェリーは2021年12月13日以降は運航会社が変わってゴールデンゲートフェリー社によって運航されます。出発はフェリービルディングからになりますので間違えないように気をつけてください。中に入ると皆さん外のデッキを目指して歩いていきます。エンゼルアイランドはこんな感じでアルカトラズ島のもっと北側にあります。フェリーはアルカトラズ島のすぐ横を通ってくれます。エンゼルアイランドが見えてきました。ここには南北戦争時代の建物も残ってるんです。到着する港が見えてきました。エンジェルアイランドに着きました。港には自家用の船で来ている人たちもいました。エンゼルアイランドの島を一周するために今から自転車を借りたいと思います。レンタル料1時間15ドルですが3時間で一周できました。まずはビジターセンターです。この建物はアメリカにいろんな病気が入ってこないように移民の人たちの検疫所として使われていました。この地図の中の白い太く書いてあるルートを自転車で回ります。自転車で島を一周するときは港から反時計回りに行くと楽になります。ここではサンフランシスコの素晴らしい眺めを見ながらピクニックができます。ベイブリッジの真ん中に位置する島を今現在ヤーバブエナ島と呼んでいますが、実はスペイン人がサンフランシスコ湾の地図を作った時はこの島をアルカトラズ島と名付けたんです。しかし後から来たイギリスの船員が地図を読み間違えてしまって、それがそのまま今のようになってしまったんです。ここには冷戦時代のミサイルの基地もあったんですよ。フォートマクドウェルは第一次第二次世界大戦の時の兵士たちが使った施設の跡です。夜はちょっと怖そうな場所です。昔は太平洋からアメリカに入ってくる人々は船の上で人種ごとに分けられました。昔の移民局に着きました。白人の人たちはすぐに入国できたんですけれども、アジア人の人たちはここに連れられてこられました。この収容所で過ごした中国人の人はその苦しみを木の壁に彫り込みました。さまざまな理由ですぐに入国できなかった人々はここで2週間から6週間の生活を強制されたのです。3段を6人で使うというベッドも非常に狭いものでした。ここではかなりの数の日本人も拘束されていました。特にアジア人に対しての差別がひどかったこの昔の移民局の跡は今は重要文化財として大切に保存されています。帰りのフェリーではペリカンたちの群れが挨拶に来てくれました。さらにゴールデンゲートブリッジの夕焼けにみんなで大騒ぎしてしまいました。はい、皆さんいかがでしたか？それではまた、さようなら。今回もご覧いただきありがとうございました。